こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ハードコアでの全実績解除を狙うべくネザーに行ってきました。ネザー要塞がすぐ見つかるわ、ウィザースケルトンの頭が手に入るわで、昨今の運は絶好調のようです。で、影武者じゃない方のテリーはいつ帰ってくるの？そもそも武者じゃなくて炭鉱夫です。私にだってたまには運がいい時があってもいいじゃないですか。そういえばこのネザーで作った地図ですが、最大まで拡張することなかったです。過去のプレイでは拡張3回までの範囲でネザー要塞見つけていたのに、今回ばかりは見つからない気がしていたんです。自分の不運を信じていたのね。さて、あとは地図を持って出発です。エンダーマン狩りに行ってきます。さて砂漠にやってきました。ピラミッド企画の方で野戦慣れしてて、もう何も怖くないです。それに装備固めすぎだものね。何やくらいで集めきるかしら。ドロップ増加3持ちなので結構あっさりのはずです。さて夜になりました。今のエンチャントならゴリ押し戦術でいけるでしょうし、多少無茶もありでしょう。エンダーマンからの攻撃でも大してダメージ食いません。おお2つドロップ。さすがドロップ増加です。おおいっぱい出る。わずか4体で10個も手に入れてしまいました。凄まじいわね。しかし、早く集まる分だけエンドラ討伐が近づいてしまうんです。気持ち的には先延ばししたいのですが。さて、朝までまだ時間があるので弓の練習始めました。あらウィッチじゃないの。さっき何も怖くないって言ったのはあれ嘘で、ポーション攻撃だけは怖いんですよ。で、近づいてみたら治癒のポーションを拾ってしまいました。今までマイクラやっていて、ウィッチのレアドロップを手にするの確か初めてです。やっぱり最近運の調子がおかしいわね。まだ落ち武者がプレイしてたの。せめて影武者と言ってください。さてエンダーパールですが、日の出前にもう1体倒して15個になりました。もうジエンドポータル開くには十分じゃないかしら。やばいです。緊張してきました。まあともかくプレイを進めないと、ジエンド攻略の準備します。ハードコアだと身辺整理しないで済むのが楽よね。で、即時回復用ポーション作ろうとガラス精錬始めたのですが、司書の取引を追加するため何個かガラスを購入済みだったことを忘れてました。精錬いらなかった、けど手遅れか。まあいいや。さて醸造台を設置したあたりから、なぜか収録データがおかしくなっていました。映像が飛んだり訪れが訪れたり忙しいので、移行ところどころ編集で消音にしています。これまで映像が飛ぶとか相当めったになかったわよね。何が起こってるの？おそらく Windows 10に乗せ替えた影響で、裏で重い処理が動き始めたんじゃないかと思います。近いうちに環境を整えないとならなそうです。さて、ジエンドへの出発準備が終わりました。ポーション作り足してないじゃないの。即時回復ポーション作るのにスイカがいること忘れてました。なら廃校から取ってきたら？せっかくすぐ近くにあるのだし。いえ、廃校で運を消耗したら大変です。運を温存しつつこのままジエンドを目指します。さて地上に出てみたら、ウィッチが見送りに来てくれていました。湧き残っていたようです。これが根性の別れになりそうだものね。さて、エンダーパール投げは苦手意識があるので、見晴らしのいい砂漠から始めます。一度真上に飛んでから要塞方向に飛んでいってくれればいいのに。砂漠から北東の方向のようです。この地図のエリア内にある確率高いですね。さて何度か投げて1キロ弱移動してきたところです。今までと明らかに違う方向に飛んだわね。海の中だったら大変よね。地図で見る限りスレスレ海岸付近のようです。
さて、どうやら要塞の眠っている場所を特定できたようです。そしてテリーも眠る場所なのね。いや今回は寝ないです。エンドラ討伐して拠点付近にリスポーンしますから。そういう意味の眠るじゃなくて、もっとえぐるような意味よ。さて螺旋掘りして、ついに要塞を見つけてしまいました。怖い時が迫ってきてて怖いです。つまり怖いのね。ダイヤ800個程度大した数じゃないと言ってたのに。失うと嫌なのは今まで揃えた数々のエンチャントです。お宝を一つ開いてみたら、赤いリンゴ2つ見つけました。ありがたいです。エンドラ討伐に失敗したら消えるけどね。お、やっとあった。ジエンドポータル発見です。突進するんだ。このエンチャントなら溶岩怖くないですし。巨大な穴ぼこだと思っていたら、これただの影ですね。入り口塞ぐ方が先っておう。さて、無事に制圧完了してしまいました。ここまで来てしまった。後戻りはできません。本当にいいの？もっとダイヤ溜まってから来ることもできるわよ。さて突入準備を終えたところですが、プレッシャーが襲いかかります。一マス先が振り出しに戻るになってるすごろく気分です。つまり奈落ってマスがあるわけね。まあ、少しでもリラックスしてから突入しないと危なすぎるので、ここでゲームを一度打ち切ります。さて、リアルでの翌日です。心臓のドックンを気にしないように突入します。ちなみにジエンド到達時に空中に出てしまったら、すぐにエンダーアイを投げる作戦に出ます。そのエンダーアイを投げ損ねて奈落に落ちるわけね。まあリスクはありますが、でもおそらく丸石で浮遊大陸まで足場を伸ばすよりも安全なんですよね。うおーめっちゃ怖い。なんで私こんなことをしているんだろ。本当になんでよ。さて、まあ死んでもいいやと念じて気を楽にして、こうです。来た。浮遊大陸が近い、けど端っこの方？エンドラにノックバックされる前に登ってしまえば大丈夫。声聞く限りエンドラ遠ざかったはず。もう遥か向こうにいるわよ。さて落ち着け私。油断せず、焦らずに堅実プレイを心がけます。で早速狙われてるし。なんで目を合わせたのよ。エンダーマンのことが頭から抜けてました。そんな頭は引っこ抜いてウィザー召喚に役立てた方がいいわね。油断しないようにしないと、エンドレスって怖いわよね。さて、クリスタルを狙う腕は以前と変わっていませんが、今回は無限の弓という心強い味方があるので大丈夫なはずです。無限の弓すら使い切っちゃうなんてことないわよね。大丈夫なはずです。それにしてもおっかなくて、上位の金リンゴを一つつまんでしまうことにしました。守りが硬くなればそれだけ落ち着けます。で、上位の金リンゴは食べるのもっと時間かかった記憶があるのですが。また仕様が変わっているのかしら。追い払うだけでも一苦労です。ほんと油断できません。何をやっているんだか。なかなかクリスタルに矢を当てられないので、丸石組んで登って、と考えていて、隙を見計らっているところです。なんで丸石で殴るのよ。昔の癖でつい。でも丸石で殴れたりもするんですね。次の企画決まったわね。嫌です。急に見下さないでください。さて、これが当たれば9個目のクリスタル破壊です。まだエンドラは元気ですが、そろそろクリスタルからの回復が追いつかなくなるバランスのはずです。そういえば、無限の弓の耐久ゲージがみるみる減っているわよ。まだ200発ほど撃てるはずなのでまだ大丈夫。そして読み通りにエンダードラゴンの回復は追いつかなくなり。そしてついに、やりました。というかまあ、
浮遊大陸に上陸できた時点でほぼ勝ちは決まっていたんですけどね。まあこれだけエンチャント固めてたら当然よね。ハードコアでの全実績解除を目指す上では、最難関をクリアしました。よかったです。企画の目的とも全実績解除とも無縁ですが、ドラゴンの卵はついつい取りに行ってしまいます。貴重なインテリアなんですよね。でもどうせ飾るの地下深くなんでしょ。リスポーン拠点以外のどこがあるというのですか。あまり接近してほしくないんですけど。うわぁひどい。そんなこと言われても。さてよいしょっと。そして、8エスケープっと。扱いが軽すぎてエンディングが泣くわよ。どうせ今の私の英語力じゃ読めないですから。まあ今に見て俺とは思って勉強中ですが、まだまだ時間が必要です。さて実績ですが、これで冒険の時間に進めるようになりました。あとウィザー戦ですね。次は干からびるのね。さて、ドラゴンの卵は邪魔になるので隅の方に設置して。邪魔になるんだ。額に飾っちゃダメなの？紛失する恐れがあるので却下です。まあ紛失してもいいんですけど。さて、荷物整理をしたところで今回はここまでです。まあ久々にどえらく緊張しましたが、ジエンドの出現1が運が味方してくれたおかげです。予定では次回からはウィザー戦を目指すのよね。はい。でも頭集めの前にスイカゲットが先かなと思ってます。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。